こんにちはったらこんにちは。出雲です。主婦に教えるマイコンプログラミング7件目。今回はシリアル IF について勉強していきます。シリアル IF の IF っていうのはインターフェースの略です。マイコンは単体では何もできないので、周りといろんな信号のやり取りをする必要があります。ハイローのデジタル信号とか、電圧みたいなアナログ信号とか、あとはまとまった量のデジタルデータとかですね。シリアル IF はこのまとまったデジタルデータのやり取りに使う仕組みのことです。では資料の方で説明していきましょう。はい、それではシリアル IF で Hello World 資料の方を説明していきます。よいしょ。で、シリアルインターフェースって何って話なんですけど、マイコンのシリアルインターフェースとは、マイコンと他の機器との間でデータやコマンドのやり取りをするためのシリアル通信機能ですと。で、シリアル通信とはデータのビット列を一つの信号線で送信する通信方式ですと。で、いくつかありまして、で、まず UART ですね。で、これが最も一般的な非同期式のシリアル通信規格です。で、同期式と非同期式っていうのがあって、何が違うかというと、通信にクロックを使うかどうかですね。っていう違いになります。で、次はですね、I2C。これはI2C とも言ったりします。で、これは2000式の同期式シリアル通信規格ですね。線が少なくて済むので、便利です。で、これは SPI ですね。で、4000式。これ線が増えるんですけど、通信速度が結構速くすることができますと。で、例えばですね、ここにマイコンあります。で、マイコンにセンサーつなぎました。で、センサーとマイコンの間は I2C でつないで、センサーからの測定情報が来ますと。で、マイコンはそれを何らかの処理して、UART で、この USB 変換 IC っていうのに渡すんですね。で、そうすると、この IC が UART 信号を USB に変えてくれて、で、PC はこの USB でつながったラインから情報を得るというふうな、構成をすることができます。これですね、初めてマイコンはセンサーから情報を受け取って、それを処理して PC に渡すということができるようになります。で、シリアル通信についてもう少し詳しく話をします。で、シリアル通信とは、電圧の上げ下げで手旗信号みたいに情報のやり取りをするやり方です。で、1、0、1、0みたいな感じですね。で、情報はですね、その二進数に変換してやり取りをします。で、二進数っていうのは、0と1だけで数字を表すやり方で、例えば、13だったら1101になります。で、この二進数についてはですね、またちょっといずれどっかで復習すると思うんですけど、これね、小学校で実は習ってるはずです。で、例えばですね、13っていうのは、1101に変換されます。でこれ何かっていうと、8たす4たす2がなくて、最後1ですね。8たす4たす1で、13になるっていうやり方ですね。で、この二進数の信号が、1101を、これを、ハイ、ロー、ハイっていう波の形にして、信号線を渡すやり方になります。はい。で、ブロック図ではどこって話なんですけど、前にですね、ハードウェアの紹介した時にブロック図見せたと思うんですけど、ブロック図の中ではここになります。ここにですね、UART、SPI、TWI って箱があるんですけど、これがですね、UART、SPI、I2C のブロックになります。で、このブロックですね、今回はこれ使うんですけど、ここと、GPIO を使って、やり取りをします。はい。ではですね、実際のプログラムを見ていきます。で、まずセットアップですね。ここ初めて見るコマンド、シリアルビギンの9600っていうのが、ここに出てきます。で、このコマンドはですね、シリアルIF の設定をする、コマンドになります。で、スピードですね。スピードの設定をして、今回はですね、9600にします。
これね、何種類かあるんですけど、一番基本的な数字を使って9600にします。で、ここで、イントの信号を、変数ですね、宣言して、で、このループの中ですね、中で、これもまた初めて出てくる、シリアル、プリント LN、プリントラインですね。で、ハローワールド、初めていただきますね。ハローワールドという文字列を、シリアルインターフェースに出してくださいっていう信号です。で、あとこれがですね、シリアルプリントラインの、num。さっき変数を宣言したこの num ですね。これを、やっぱりシリアルインターフェースに出力します。で、その後、num をインクリメントします。なので、num は0から1。で、ループ回るごとに1、2、3、4って増えていくことになりますね。で、これらの信号を出し終わった後、1秒待つっていう風なやり方をしています。でですね、シリアルのプリントラインはですね、このカッコの中の文字列をシリアルに出す、コマンドなんですけど、よく似た関数にですね、このシリアルプリント、この LN がついてないやつがあるんですね。で、こっちはですね、送り出したデータの後に、リターンが入らないやり方になります。どうなるかはですね、後でちょっと試してみます。はい。ではですね、これを実際にやってみましょう。はい。ではですね、実際にプログラムを動かしてみます。で、Arduino IDE にあらかじめこういうふうにですね、プログラムはコピペして貼っておきました。さっきのと同じプログラムです。で、ですね、ここで、ツールの下のシリアルモニター、ポチッと叩くと、ここにですね、シリアルモニターっていうのが出てきますので、これをですね、ちょっとグイッと広げておきます。これやればいいかな。で、この状態でプログラムを書き込みます。ポチッと。回して、はい。はい、ハローワールドね、文字が見えますかね。ちょっと薄くなっちゃってるんですけど、ハローワールドと数字が、表示されています。はい、これで初めてのシリアル通信、うまくいきましたでしょうか。で、さっきのですね、プリントリンですね。プリントライン。これをですね、ちょっと書き直してみましょう。これね、LN 消しちゃいます。よいしょ。こっちも消しちゃいます。よいしょ。で、この状態でセーブして、書き込んでみます。何が起こるでしょうか。一旦消しますか。よいしょ。はい。こんな感じですね。何が起こるかっていうと、各表示、ハローワールドと数字を表示した後のリターンがなくなっちゃうので、前のデータに続いて次のがすぐに表示されちゃう感じですね。になっちゃいます。ここですね。はい。この後ずっと数字が、数字とハローワールドがつながって、表示されてるんですね。はい。こんな感じになります。はい。ではですね、今回ちょっと課題とか出してみようかなと思います。でですね、課題。右のような文字列を1秒おきに表示するプログラムを書きなさい。で、F 文を使っても、forループを使っても構いません。ということで、どんな文字列かというと、Hello World の後に、一つスペースを開けて数字。で、その数字は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10までいった後、1に戻ってまた繰り返すと。1、2、3、4、5、6ですね。この Hello World の1から Hello World 10までの間を繰り返すっていう風なプログラムですね。これを書いてください。よいしょ。でですね、回答はブログの方に載せておきます。この資料のですね、次のページですね。実際に答えはあるんですけど、今は見せません。で、ブログの方にですね、答えが出ますので、それを参考にしてください。はい。というわけでですね、
今回はシリアル IF について勉強してみました。使えるようになったでしょうか？シリアル IF が使えるようになると、マイコンとの対話がぐっとやりやすくなるので、また楽しくなっていきます。で、次なんですが、今回シリアル IF でマイコンからの出力を見てきましたが、次はシリアル IF でマイコンへ入力してみます。またこれから頑張りましょう。ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白かったなぁと思われましたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。